テキラードドロンです。というわけでね、今回はね、ナビの対戦からやっていきたいと思います。アップデートのね、最初の対戦というわけで、新ユニットオーブンと新ギア、ガーゴイルプリンスのダンベルが追加されましたと。スーパーイエティがね、使える状況なんですけど、スーパーイエティは当然使っちゃいけませんよというようなルールでやっていくような形になります。早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。あとですね、忘れてましたが、新ヒーローペットついてますね。対戦相手ウォーデンツ。ちょっとこいつの活躍とかもね、どんな感じになるのか見ていきますか。レジェンドリーグとかでも見るタイプの配置ですね。ハンストしてるね、モノリス。やっぱ、重要、インフェルノもレベル上がってて偉いですね。やっぱプロのね、試合とかをやらなきゃいけない人たちは、防衛施設もね、早めに上げなきゃいけないっていうのが大変ですね。うまいね。ドラゴンラッシュ。ここでヘイスト薬。タイミングも完璧。レイジまで置いてって、特に対策もなかったので、これは相当伸びてますね。パップミャオさん。世界大会2個前の、1個前、2個前か、2個前の世界大会出てた人ですね。ナビとの対戦もその時もありましたが、これ、えぐいね、ナビ。嘘でしょ、これハードモードだよ。いやー、てか、フォックスのタイミングも完璧だし、フォックスここまで死なないのえぐいな。うわー、ここも素晴らしいですね。アイゴレしっかり隠して投石までやりきって、伸びすぎ。これはえぐいな。バケモンみたいな削りになりましたと。クイーンが採用されてないので、キングプラス10日弊社、そしてヘビがついてましたね、キング。ただ、アイゴレに捕まってることで、キングの仕事量がマジで、相当渋いかな、これ。10日弊社プラスキング。そしてヘビがついている。そしてロケバルで対空砲を見ていくような形。オーデンにはスニージーだっけ、名前忘れたけど、ついてますね。すんごい長距離でついてくるんですね、こいつね。で、東海弊社からスーパーガーゴイルがやってきまして、おそらくだけど、レジェンドとかでもこういう攻め方をやってて、ハードモードでもいけそうだねっていうところをそのままやったんじゃないかなと思うんですけど、なんかノーマルモード見てるかのような圧倒的展開ですね。強すぎるな、これやば。タイミング完璧なトーム。しっかりね、前に行ったドラゴン2体にもトームがかかって、ウォーミングもしっかり解除しつつ、スニージーのペットがね、一応、いるんだけど、あまりの圧倒的展開すぎて、ほぼわからんわ、こんなん。何ついてても全開ですよ、こんなん。ゴールと変わらんすね。はい。というわけでね、ヤッターくんのアタック1本目。ハードモードだと、レベルがこんな感じで、マックスレベルが下がっちゃうんですよね。21レベルというところで。これ美味しいね、テスラ。ロケバルで迫撃砲潰してシューター伸ばすついでにテスラも見えてっていうところで。ヒーローの攻撃力が下がってるっていうところと、防衛施設がちょっと強くなってるっていうところと、ヒーローのギアがカンストしてないっていうところのね、バランスを考えたときに、いつものノーマルモードのね、感覚で、インビジブル4枚型だと、ちょっと足りなくなることっていうのが結構多いので、こういうルートライダー編成であっても、6枚とか結構多めにね、持ってくるっていうやり方で、確実に伸ばしていくようなやり方ですかね。でも十分削れてるね、4枚でも。これで4枚分の削りなんだけど、相当まだまだいけそうですね。十分ということで、ここは回収していきましたが、欲張ればもっと削れたところなんで、4枚でもいいぐらいのね、かなり理想的ロイヤルチャンピオンの削りができたんじゃないかなと思います。そういえばアイゴレとかもね、カンストレベル、まだ、これは上がってないけど、攻撃側でもアイゴレが使えるようになったりするところと、防衛援軍ではアイゴレがね、レベルが上がったところで若干そういうところはね、変わり出てきますよね。ここをあちゃかってくれた、リクスケ処理できましたと。
ここ防衛完走したね、アイゴレの見せ場ですね。イートーム。オーバーグローがね、持ってきてない形なので、インビジブルにかなり割いてるので、大体持ってこられることの多いオーバーグローは採用されてないというような形になります。あとはフリーズここ打って、インビジブル2枚があるので、そこをどこに使っていくかですが、基本はロイちゃんに打つことになりそうですね。ロイヤルチャンピオンは能力をもうすでに使っているので、ここは捨てるかな。キングが硬すぎるんだよな、ハードモードマジで。硬すぎる。全然減ってない。イエティもそうか。乾燥してんのか。さあ、裏から一気にスーパーバーバリアン合流図っていく。クイーンがまだ能力持ってますね。ミラー。さあ、テスラに阻まれ、外周だけ削れたというようなスーパーバーバリアン。マルチアーチャーターがかかってるとね、やっぱ外周部結構スーパーバーバリアンに強いですね。クイーンも能力を解放して、押し上げていってのインビジブルアマシの全開というところで、いいですね。いい全開。しっかり全開返します。さあ、続けて見ていきましょう。これ、セミファイナル、アッパーブラケットセミファイナルのようですね。ファイヤーボールかな。どっちだこれ。ファイボ、そうだ、ファイボだね。ファイボですね。インビジブル6枚なので、結構これは序盤からカットかけてる感じかな。ウィズ島が壊したかったが壊せなかったところ、残りましたね、ちょっと。追加で壊しに行きます。もうロケバル3体しかない。富士にはシューター置かれていく。インビジブル、インビジブル、インビジブルで、初手ファイヤーボール、ダイクのところと。そうか、ダイクもね、新レベル追加というところで。綺麗に壊されましたね。フランジョーのところが壊されたので、援軍も出ないので、ポイズンの呪文がいらなくなっていると。これ結構火力高そうだけどね。反対サイド、イエティプラスのベビードラゴンのカットが入ってます。火力高い。そうよね。ハードモードでそんな単体火力のところ、勝負仕掛けたら、レイジ、遅れたのもありますが、落ちましたね。いや、これはもう、ハードモードでは絶対に電解にならないですね。マジできついんで。3時のカットはかなり綺麗に向かってて、ベビドライエティで3時が大きく削ることができてます。ゴーレムかっけえな、新レベル。上側も細かいところ。ガーゴイル採用なんですね。アーチャーとかでも良さそうだけど。バーバーリアンキングが来た。しっかりタゲ取りつつ、ちょっとクイーンとゴーレムはこっちに戻ってきてしまったと。サッカーボール飛ばして、おでん落ちてるからね、元のプランも何もあったもんないからね。ジャンプ持ってきてるところを見ると、おそらく、ウォーデン、クイーン全部合流してキングまで入れて、ゴーレム追加で3ヒーロージャンプで真ん中突っ込んでいくような感じキングだけ片側使ってやったかのどっちかだったと思うんですけど、基本はキングも入れるんじゃ、ハードモードだったら全部一緒にしそうかな、プランニング的にはどうだろう。いけんのかね。さあ、ブーメランからのロケットスピアロイヤルチャンピオン。ワンチャンこれ。そうか。しっかりジャンプ乗って、星1。ならず、星2確保。伸びますね、これでも。すごいな。いや、これ、ウォーデン即死した人のアタックじゃないぐらい伸びてますね、これ。結構ワンチャンあったぞ、これ。めっちゃ伸びてる。すごいね。87% でまだ伸びそうでした。いや、相当いいアタックだったっすね、今のね。さあ、ガク、ドララ。ロイヤルチャンピオンからスタートしていきます。
クイーンがアングリジェリーついてるのでサイドカット補助で使ってくるのかな。ちょっとこれはロイちゃんルートずれちゃったなって感じでしょうか。いやー、痛いな、その巨爆も。フォックスやられちゃったんでね、早めにインビジブルを割かなきゃいけなくなってしまったのがきついか。さあ、アイゴレからのクイーン展開で、アングリジェリー。ここは最速、ミラーで。モノリス届いていく。能力はね、ヘイスト薬解放した瞬間だったんですけど、まあやっぱちょっとロイヤルチャンピオンのルートが思ってた通りには向かなかった形かな。ずれましたね。ここはトームかけて突撃艦でタウンホールを見ていく形。反対サイドはロケバル使って対空砲のカット入れてましたね。ガゴプリいい能力解放。綺麗に。しっかりかかってる。上からベビー、インドラ解放。バルーン3対1を手元に残して、インビジブルたくさんあるんでね。そうですね。こうして、伸ばしていくしかない。さあ、ドラゴン、インビジブル。インドラ強えな、上。さあ、インビジブルどこ打つか難しいね。インドラだったかもね、ワンチャン。さあ、ここで、まあ、やっぱハードモードの火力が高いな。まあ、ロイヤルチャンピオンとかもね、一気に持ってかれますよね。さあ、あのガクさんでも、ロイちゃん死ぬとやっぱ厳しいと。66%。まんまね、ナビの選手の大事故みたいなのをね、見る機会ないから、相当珍しいですよね。さあ、これもファイヤーボールにライドラ1体入ってますね。インビジブル多め。強っ。スケルトン3枚。おお。トラップも結構見えましたね、今、空。おお、スケルトンまであるんだ。なるほど、シューター強いな、それ。サイドカット剣みたいな感じかな。おでひとかで、最終的に取ることになるのか。うん。反対サイドのね、この迫撃前の空罠固めを見て、ここは、通常バルーンでしっかり罠チェックから入りましたね。ソラスケルトン、ホーミングとかなりありますね。このテスラ迫撃ゾーンに。おー、そしてしっかり解除した後にライドラ展開。なるほど。で、クイーンで引っ張って、ここは逆サイド展開していきます。ライドラでのサイドカットとして使っていったわけですね、ここ。うん。これシューター結構強そうだもんね。さあ、ライドラ。まだホーミングある。サイドカットとしては、まあ、外がなくなってるので機能はしそうですね。さあ、ウォールブレーカー穴開く。もう一枚はないので、ここキングで穴開けをしていきます。ファイアボールね、打ってるんでね、トームはもうありませんと。アイゴレ立てからのロイヤルチャンピオン、スケルトンの呪文。いいですね。フォックスもね、ここマルチアーチャータワーからね、タゲ入っちゃうところなんでね。しっかりフリーズ使って、フォックスの延命も取りつつ、プランニングうまいですね、これね。このボムタワーはロケバルじゃなくてガゴ投げたかったな。素早く降りる必要が今のところなかったので、ユニットのコストが高い方を使いたくはなかったって感じ。さあ、9時側も回収ロケバル入れて、中心クイーンが能力発動。さあ、フリーズからのストライカーで、処理を狙いましたが、やっぱね、ハードモードはね、ヒーローの処理が本当にきついっすね。いや、これ結構余裕な展開に見えてたけど、ガゴプリ残って、防衛取れましたね。中心部も解けまして。いやー、惜しい。96%。対戦相手、うまいっすね。
まあ、当たり前ですけど、アッパーのセミファイナルで世界大会出てた人たちなのでっていうところで、下手なわけがないんですけど、うまいっすね。さあ、クラウスルートライダー編成。まあ、今のところ特にね、新しい要素みたいなのが一切見られないですね。ヒーローペットが使われたぐらいかな。まあ、研究がまだ進んでないみたいなのはもちろんね、あるとは思いますし、ノーマルモードとね、ハードモードだと結構感覚も変わってくるところだとは思いますけど、さあ、まずは、くじ削りから入っていきます。インビジブルをまだかけていく。で、ここで援軍をつって、能力吐かされたけど、ヘイスト薬か。ならまだギリ、いいか。さあ、援軍つって援軍確実に処理。モグ人形を吐かされるよりはヘイスト薬がない方がまだ、マシか。さあ、アイゴレからのヒーロー展開して、ゴールブレーカーそこつけて、ストライカーも添えるいいアイゴレですね。からの6時。お、ランチャー型か。ゴールブレーカーつけて、キングクイーンのランチャー一直線6時からルートライダー、スタートって感じですね。バルキリーも大量に使いつつ。いいサイドカットだな、これ。キングの方も能力使って穴開けプラスサッカーボール飛ばしていきます。クイーンがボムでぶっ飛ばされていく。さあ、能力解放。これ中央結構しんどいぞ。いいですね。いいサポートインビジブル。からのイエティも援軍合流するので、そこにレイジを合わせてタウンホールを狙いに行くと。これはロイちゃんどこにいるんだ？ロイヤルチャンピオンが見えない。フォックスはいるんだけど、あれ回収できてないとかないよねあれ。回収してたよね。ちょっとどっかで落ちちゃったのかな、これ。さあ、ここはレイジをかけていきますが、勝てえな、やっぱヒーロー。キングの処理がだいぶ時間かかってますね。で、裏はベビドラとスーパーバーバリアンで回収を入れていきますが、ちょっと厳しいか。いやー、ルートライダー自体はね、ここまで3体生き残ってくれてて、ずーっとヒーローに殴られ続けてたので、ロイヤルチャンピオンさえ生き残ってればって感じかな、展開的には。88%。さあ、対戦相手。もう、ラバが入ったドラゴンですね。面白い。で、ヒーローペット約採用されてます。かなりこれはトラップだったり、ボムタワーだったり、対策もされてるところ、ヒーローもいますからね。ロイヤルチャンピオン結構時間取られてるんですけど、インビジブル自体がね、相当多い編成なので、その辺は、そのキング捕まえてくれるの熱いな。だいぶ、だるい感じにはなってくれてるね。ぐる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 回って、テスラもしっかり機能してる形。インビジブル誘導真ん中の方にスライドさせていく。ここは冷静でうまい。ここもね、無駄に打たせるんじゃなくて、オーラだけで落としていくような形をとりにいます。いいですね。ただ、これはフォックスなので、ここで終了。トルネまでは解除されましたが。オーブンだ。防衛オーブン来ましたね。防衛オーブンだるいよね、動かないから。防衛援軍でオーブンの登場。僕もね、レジェンドリーグね、早速混ぜてみたんですけど、後でちょっとリプレイ見よう。いや、この動画では見せないですけどね。後で確認しようかなと思います。
さあ、ここは3時の方にキングヘビ出てますね。ヘビつけたキングが出てて、トカヘシャと添えられてるような形。数でご利用しっていうのが強い。まだオーブンいるんか。ヘビに対して強いね、オーブンね。まあ、あんま、新視点だけどあんまないけど、どっちも珍しいから。さあ、中央、ソラスケルトンのおかげで、これはスパガゴ止まってるか？もう一回ソラスケルトンと、やっぱドラゴンがかなり編成として多いんでね、こういうモノリスとか単体の超火力のところは、ソラスケルトンで足止めすることで、ユニットを落とせることができるような組み合わせになっていると。ベビドラは、ボム起動枠数足りてないので、ガン無視して入ってくると。ベビ強いな。ベビフェニックスで乗り越えていく。いや、強いね、相手ね。これも 96% まで。高妻くん、リターン型のルートライダーラッシュ。ドラゴン対ルートライダーみたいな構図に見えますね、こうなると。まずはロイヤルチャンピオンからスタート。エイスト薬型。うぜえな、そのテスラ。うぜえな、そのテスラ。うまっ。これヘイスト薬使用してこの削りだからな。いやー、そのテスラうまっ。渋いね。バカ渋いな、それ。ちょっとロイヤルチャンピオン完璧に。うまいね、それ。第1クロスボウのターゲットを一瞬だけでもというところ。スーパーバーバリアンでタゲ取ったことで、ちょっとランチャーのダメージを吸ってもらったと。さあ、イエティで、折れましたね。今のもね、ちょっとした工夫のおかげでね、ランチャーダメージ入ったので、イエティと一緒に合わせて落とすことができてると。さあ、援軍の方も、アイゴレ以外は処理ができました、ポイズンで。作員能力解放を、本来はそもそもこの辺をロイヤルチャンピオンでぶっ飛ばしてると思うので、だいぶ想定と崩れたアタックにはなってると思うんですが、夢中にこのボム止め、超えたい。反対オーバーグロー。いや、さすがに渋いよね。フリーズかけますが、火力が高すぎてロイヤルチャンピオン落とされていく。ウィズ島とかが強いもんな、なんか。ウィズ島がバルキリー結構減らしてたな、HP。ありえない。いや、今のテスラうまいね。気をつけたいね。インビジブルで誘導してしっかりね、内側に持ってくっていうタイミングで起きるテスラ、かなり対策というかね、フレチャレとかでもテストされた配置なんじゃないかなと思います。うわ、いいやー。長弾逮捕、積用。一瞬で解けんな、マジで。80%。さあ、対戦相手。ルートライダーはやってたっけかって感じだけど、基本ドラゴンばっか来てたイメージだな。さあ、インビジブル。4時を削って、どこへ持ってくのかですが、ランチャーセットは6時からヒーロー進めそうかな。確かにランチャーは。マルチ IT の範囲がランチャーちょっと削られるのがだるいところだけど、ケアしながら。
アローで、なるほど。からのゴーレム追加ランチャスよね。と、スーパーバーバリアンのカットも入れていきます。で、クエイクまで、なるほど。マルチアーチャータワーのね、アイチャータワーじゃないや。IT のね、ダメージっていうところ結構抑えたいところだったんですけど、クエイクとジャイアントアローというところで、奥まで狙える、これ。いや、それうまいな。しかも、援軍も一直線飛んできてるので、ぶっ飛ばしていく。いや、うまい。それめちゃうまい。それいいな。アロークエイクランチャーか。確かに強それ。いい引き出し。で、キングの方はサイドカットとして、キングヘビ採用多いですね。綺麗に進んでいってからのレイジトーム、中央のイエティの方もしっかりトームに入るような形ですね、これ。いやー、綺麗だな。いや、めっちゃ綺麗だな、これ。ロイヤルチャンピオン、ロケットスピア、中央から打ってます。フリーズかけて、まだロイヤルチャンピオンにも使える呪文が残っている。キングの方はフェニックスついてますね。キングはサッカーとヘビと。いや、10問余ってる。2枚残し、えぐ。圧倒的だな、これは。ラストアタック、星さん。星さんは結構ドラゴンのイメージがあったんですけど、星さんもルートライダーというところで。ランチャーはセットされてます。ベビドラ展開ですが、ここにはテスラ。アーチャータワーを削ってロイちゃんのルートを強制するっていうのが目的だったので、それ自体は OK と。いい流れですね、これも。トルネード巻き込まれながらも、ダメージを与えることができますが、モノリス、えぐいな。さっきの額のあれもそうだったけど、でもこれ関係ないね。外行っちゃうか。モノリス新レベルと新レベルによって崩されるとかあるかもね、ワンチャン。今回は関係ないんだけど、にしてもだな。ウォールブレーカー使ってキング入れていきたい形。マルチと超団体砲のところ。昔懐かしガントレットで確実に仕事をさせていきます。最強セットですね、昔の。クイーンはこれヒーラー生み出せるんですけど、クイヒーとして使っていきましたね。つなげていく。どうせ本体合流するのでヒーラー最初からつけちゃおうという形かな。いや、いいカットだな、イエティ。が削ってくれた。本来ちょっとモノリスの方までね、ロイちゃん削ってくれそうな気配あったので、いいバーバリアンだ、それ。イエティをしっかりポイズンの圏内に抑え続けるいいスーパーバーバリアン。ネクロもね、かわしたいというところで抑えつけていきました。アイゴレこれでワンプッシュで止まって誰も影響を受けない。いい援軍処理ができてます。いやー、ここちょっと渋いな。モノリスは特に渋いっすね。この状況で、クイーンがまだ能力を残している状況で、レイジに当てて発動させていきます。こいつがなければかなり自由利くんだけどな。いやー、さすがにきついか。モノリスでやっぱ世界が変わっている。右一回モノリスをターゲットしてくれれば熱いんだけど、そんなわけないよね。ここで一度。
感がつきますが、いやー、惜しいな。はい、というわけでね、終わりまして、破壊率10%の差。ちょっとね、対戦相手みんな良かったっすね、アタック。ナミのメンバーはね、ちょっとね、ロイヤルチャンピオンルートで崩されることが何度かあって、やっぱハードモードはね、ほんの少しの、一瞬の隙でもうボコボコにされちゃうんで、こんなトッププロですらね、落とすんで、ほんと、怖いっすね。今回ね、スニージーの採用っていうのも見れましたし、ちょっと新要素っぽいところが見えたかなっていうのがワンアタックありましたが、ハードモードだとね、やっぱ、最適解中の最適解を選ばないと全回取れないので、やっぱ、新要素を試したいっていうよりはね、やっぱ従来のやり方強いやつに本当に強かった新要素だけを組み合わせていくみたいな形になると思うので、現状まだ何も使われてないって形ですかね。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。